最近、ゆっくり休めていますか？医師として長年患者さんを見てきた中で釈然としないものを感じていました。病気になって病院にやってきた患者さんを治療しても、不健康で無理ばかりする生活を続けていれば、またどこか体を悪くして病院にやってきます。医師の仕事なのですから、当たり前といえば当たり前なのですが、対症療法によってでしか患者さんを助けられないことに、ある種の限界を感じていました。今の時代、老いも若きもストレスに悩む方は多いと思いますが、体と心に無理をさせてしまう生活が当たり前になっている方がたくさんいらっしゃるようです。過労死や自殺まではいかないとしても、つい頑張りすぎてしまうことが癖になっている。心当たりがある方は多いのではないでしょうか。疲れが大きな問題になるとともに、癒しやストレス解消の方法に人々の関心が集まるのも当たり前の現象でしょう。その一つとして最近はマインドフルネスという言葉をよく耳にします。マインドフルネスは体と心を休ませてあげる方法として誰でもどこでもできることです。マインドフルネスと聞くと瞑想を思い浮かべる方が多いのでしょうか。山で滝に打たれながら、もしくはお寺で座禅を組んですることなんて思われる方もいらっしゃるかもしれません。しかし本来マインドフルネスとは何かの行為を指すのではなく、今この瞬間に気づいている状態を言います。歩いているとき、家事をしているとき、どんなときでも日常生活の動作一つ一つに心を込めて、今に意識を集中させる。それこそがマインドフルネスの状態であり、心と体がリラックスできている状態なのです。この今ここに意識を集中させることは、実はずっと昔から日本人がやってきていたことなんです。神道に中今という言葉があります。今を生き切ることこそ大切という意味を持つ言葉ですが、マインドフルネスは中今そのものであり、私たちは古来マインドフルネスを知っているのです。今、マインドフルネスという言葉が少なからずブームとなっているのは、日本人が当たり前に知っていた感覚を取り戻す時期に来ているからではないかと感じます。マインドフルネスとは新しいことでも何でもなく、本来の自分を取り戻すということなのです。人は毎日の慌ただしい生活の中で、どこか自分をぎゅっと抑制し、本当の自分をひた隠しにしながら生きています。周囲の評価も気にしがちです。私たちは様々な理由で少しずつ自分の希望、願望をいつかどこかで忘れてきたのではないでしょうか。ありのままの自分を出せず悩み、苦しんできたのではないでしょうか。そんな状態が続くと自分が疲れていることにも気づけなくなります。無理を続けると心身に不調が出てきて病気になります。だからまず自分の心身を解放すること、これが先決です。そしてこの解放が本来の自分を取り戻すことへとつながります。そんな生き方を私たちがどう取り戻せばいいのか、誰でもいつでもすぐできる方法を提案します。こんにちは、ハピケンことハッピー研究所の翔です。今回は自分を休ませる練習、しなやかに生きるためのマインドフルネスという本をご紹介します。著者は東京大学名誉教授である矢作直樹さん。金沢大学医学部卒業後、救急・集中治療の道へ進み、東京大学病院の総合救急診療体制の確立に尽力されてきました。日本の救急医療の最前線をリードする東京大学病院で、救急医療の責任者として活躍されてきた彼は、魂と向き合う臨床医とも呼ばれています。救急医療の現場で15年、人間の生と死に向き合ってきた彼が、ストレスを抱え生きる人に今伝えたいことをまとめたものが本書なんです。本書には医学、神道、仏教など本当に幅広く深い経験と知見を持つ彼の視点から自分の心と体をリラックスさせるためのマインドフルネスに関する情報がたくさん紹介されているんです。本全体から流れるゆったりと優しい空気感がとてもリラックスさせてくれて、読んでいるだけでマインドフルネスを行っているような感覚があるんです。本動画ではそんな本書の雰囲気をご紹介したいと思いますので、ぜひ最後までご覧になってくださいね。
ハッピー研究所では幸せになるためのいろいろなノウハウをご紹介しています。よろしければチャンネル登録していただけると嬉しいです。頑張りすぎる人はいい加減になる。職場でも家庭でも頑張る人は尊敬され重宝されます。何かに取り組んでいる姿は私たちの大半がいいなと感じるものであり、自分も夢中になれるものをと願い探します。でも頑張る人って結構な割合で頑張りすぎる人化してしまう。これもまた事実です。多分いい意味でのいい加減さが不足しているのでしょう。もっと柔らかい考え、柔らかい態度でいられれば、こうすべきとかこうしなくちゃいけないという堅くなな態度にはなりません。すると自然にそれまでのように頑張りすぎることがなくなります。こうすべきと考える人は真面目な人ですから、頭から否定はしませんが、しかしそれは自分にとどまらず、次第に他人にも同じように強いるようになります。そこが厄介なのです。人は皆違う価値観で生きています。イメージしてみてください。頑張るとここまでやれる。もっと頑張るとあそこまでやれるかも。でも多分、心や体に負担がかかる。そこまで頑張っても、実は大したことじゃない。それに頑張りすぎると病気になる。体を壊してまでやるべきことなど、この世にはありません。それを忘れたくないものです。頑張りすぎて、自分の体を、周りの誰かを苦しめていませんか？今すぐ決めなくてもいい。やらなくてもいい。個人的な悩みに対する結論は急いで出す必要はありません。今の時点でそれほどいい結論が出ないのなら、先送りにした方がいいことも世の中にはたくさんあります。その理由の一つは体調です。私たちの体調は常に一定ではありません。いい時もありますし、悪い時もあります。いつでも元気な人なんていません。いい時に出した結論ならまだしも、体調の悪い時に出した結論は、後ほど後悔する可能性が高まります。もう一つの理由は、日にち薬です。時間が経つと、人は気持ちが変わります。だからこそ、私たちは嫌なことや悲しいことがあっても、前を向いて生きられるのです。ある程度時間を置くことで、複雑化してしまった思考がすっきりする、まとまる、そんな状況もよくあります。今できるなら今やればいい。でも、何らかの結論を出すには、相手もあれば、場の状況もあります。何事もタイミングが重要です。さらに時間を置くことで、取り得る選択肢が増えます。考える材料も増えます。時間の経過は、世の様々な要素、人の心、情報、利益、不利益、合理性、そうした条件をどんどん変化させます。許せなかったような相手に対して、不思議なくらい何とも思わなくなるような状況が、まさにこれです。先送りはそれほど悪くはありません。早いことがいいとは限らない。先送りにした方がいいこともある。肯定的に想像すれば人生は楽しい。すぐに否定したがる人がいますが、これはいただけません。できない。できるわけがない。無理だから。ありえないから。こうした言葉は心を堅くなにします。できないというのは実に簡単です。でもそれでいいのでしょうか？人生楽しいのでしょうか？会議でも食卓でも友人との語らいの場でも話をまとめないといけないときに一方的にできない、無理、そう主張する人がいます。どんな小さな場にも必ずと言っていいほどいます。場の空気をあっという間に壊します。そんな発言の根底には責任問題があるのでしょう。責任を取りたくない。だから否定しておこう。そんな負の意識です。否定ではなく、こうなったらどうなる？と肯定的に想像してください。こんな部署になったら、こんな街になったら、そこをイメージしてください。一切の否定を入れずに。否定することからは、新しいものは一切生まれません。こうなったらどうなる？
と前向きにイメージすると楽しくなる。掃除では場所や物へ感謝する。ついめんどくさいと感じてしまう掃除。そんな掃除も一つ一つの動作に意味付けをすれば、その動作に意識を向けることができます。意識を今に向けられている時こそマインドフルネスな状態です。掃除のポイントは場所や物への感謝を意識すること。ここさえ気をつければ、どんな場所での掃除であろうと、心の浄化、体のダイエットにも効果があります。拭き掃除や掃き掃除も所作次第です。お風呂の掃除は膝の屈伸運動や腕の筋肉の刺激になり、肩甲骨の拡縮も期待できます。フローリングをワイパーで拭く際は、歩き方一つでふくらはぎの筋肉が鍛えられます。トイレ掃除が苦手な方もいますが、毎日お世話になる場所です。汚れを落としてピカピカにすると心が洗われますが、この状況は先進という悟りです。掃除のもう一つのポイントは、自分を追い込まないこと。決めたスケジュールでしっかりできる人は特に問題ありませんが、できない人は無理のない範囲でやればいいのです。誰かと比べて自分はできないと追い込まないこと。例えば、定期的ではなく、気がついた時にやるようにするだけでも、ストレスが減るかもしれません。掃除と心は連動します。家の中が汚くてだらしなくなるというのは、心が壊れかけているサインなのです。気のバランスが乱れている証拠とも言えます。掃除はまた、自立心を育みます。マイペースで楽しみましょう。心持ち次第で、掃除もマインドフルネスになる。空は同じ顔を一つとして見せない。道端で面白い形の雲を見つけて空を見上げていると、そばを通る人から不思議そうな表情で見つめられることがあります。この人は何をしているのだろうかという感じです。中には私が見上げた先をそのまま釣られて見る人もいます。最近空を見上げましたか？じっと空を眺める、そんな時間をとっていますか？気がつくとスマホの画面ばかりを見下ろしてはいませんか？空にあるのは雲だけではありません。鳥や虫など空中を飛ぶ生き物もいれば、雨上がりには虹がかかります。子供の頃を思い出してください。大空に舞う鳥をじっと見つめませんでしたか？虹のふもとはどこだろうと走って探しに行きませんでしたか？空の表情は時間とともに徐々に変わります。夕日で茜色に染まる空、雨雲に覆われて暗灰色に染まる空。茜色だろうと暗灰色だろうと同じ顔は一つとして見せません。ずっと車で移動していると、ずっと電車で移動していると、空の変化への気づきに鈍くなります。私たちは空気中の酸素を取り込んで生きていますが、空はその空気の集合体。空は足元の大地と同じく私たちの生きる源泉です。そんな命の源泉をたまには見上げてみませんか？大いなる自然に抱かれて生きている。その事実を思い出してみませんか？地面やスマホの画面を見下ろすのをやめて、たまには空を見上げる。自分の人生の主役は自分だけ。融通無下という言葉があります。何かにとらわれることなく、あるがままで自由な状態のことです。思考、評価、感情。この世には私たちを左右する要素が多々ありますが、それらに左右されることなく、自由自在でのびのびする。縛られない。これが理想です。嫌だなと思うなら引き受けない。感情を乱されるようなら付き合わない。誰かの勝手な思考や感情に振り回されない。人生の主役は自分です。あなたの人生の主役はあなたです。それ以外のすべての人は家族だろうと親友だろうと脇役です。そういう意識で暮らすこと。この意識が薄れて家族や友人など周囲の言動に依存するようになると途端にストレスが増します。体が不調になります。本来の自分が消えてしまうからです。そんなこと常識だよと笑われても
あまり気にしないこと。公序良俗に反するような行為はダメですが、そうでなければ自分がやりたいように生きること、行動すること。他人の評価に一喜一憂しない。融通無碍。あなたを解放する魔法の言葉です。融通無碍に生きる。過去も未来も今の連続。過去、現在、未来。この三つを私たちは時間の流れに沿ったそれぞれのライフステージと位置づけています。時間は過去から未来に流れていると考えています。過去も現在も未来も今の連続です。今という瞬間瞬間の連続体が私たちが時間と呼ぶ存在です。1分60秒、1時間60分、1日24時間、1年365日。こうした概念は確かに人間が創造した共有のルールです。でも、これらはあくまでも社会との関係性における目安に過ぎません。絶対的な存在ではないのです。個人として見れば、時間に縛られる必要などありません。時間に支配されるのではなく、今この瞬間を生きることこそが、時間をコントロールするということではないでしょうか。もっといい未来のために、そう願って必死に働く。懸命に働くことは素晴らしいことですが、そもそも未来が今の連続である事実を考えると、常に私たちは未来の中心にいます。いつか来る未来ではなく、毎分、毎秒が未来です。過去をネガティブに考えている人もいるでしょう。自分はもうダメだと自信を喪失している方もいるでしょう。でも、今を楽しめるとしたらどうでしょうか。今を楽しめるのなら、過去の出来事への意味付けが必ず変わります。そんなこともあったけれど、今が楽しいからいいや、と納得できます。今を楽しむことで過去も変えることができるのです。今を楽しむ。長く生きるかではなく、どう生きるか。健やかな体はなるだけ保持したいものですが、長生き、長寿を目指すという方向性には少し疑問があります。長生きができるとすればどんな状態でもいいのか、そう質問されるとどう感じますか？ほどほどに健やか、ほどほどに忙しい。これが今を楽しめる条件なのではないでしょうか。そこにはどれくらいの年月を生きているかとか、どれほどの長寿だったとか、そんな時間的な尺度は存在しません。長寿を目指しても仕方がありません。そもそも年齢は単なる結果です。人間の価値は生きた長さではなく、どう生きたかにある。そしてどうなるかわからない未来ではなく、今を意識することです。長生き、長寿という考え方は、ある意味では意識の壁かもしれません。そうならなくてはいけない。そこを達成できれば立派なすごい人。そんな間違った価値観が多くの人の頭に刷り込まれています。救急医療に長く携わりましたので、人間がいかに脆いかをよく存じています。交通事故や脳出血、心筋梗塞などで倒れた人が救急という部署には毎日のように運ばれてきます。皆さん、少し前まで普通に生活していた方々ですが、数秒後に尋常で亡くなり、数十分後、数時間後にはストレッチャーに乗せられ ICU に運ばれます。救急センターのスタッフは全力を尽くしますが、そのまま他界される方も大勢います。さっきまであんなに元気だったのに、なぜだと狼狽し、泣き崩れる家族や友人をたくさん見てきました。私たちはいつ死ぬかわかりません。元気いっぱいの人でも翌日急に亡くなったりします。だからこそ命の長さではなく、今を楽しむ。命があることをありがたく感じる。今の自分の体を大切にする。人生の残り時間など気にせず、自由自在に生けませんか？長生きはただの結果。いつ死ぬかは誰にもわからないのだから、今を生きる。救急医療の現場で目の前で数多くの生と死を見つめてこられた著者の言葉だからこそ、一つ一つがとても納得感があるんですよね。何よりもまず自分の心と体を解放すること。
本来の自分を取り戻し、今ここに集中し、今を生きることの大切さを教えてくれています。本全体から流れるゆったりとした空気感も相まって、本書を眺めているだけでとてもリラックスできますし、それこそマインドフルネスを行っているような感覚がありました。心の波形がなだらかになっていくような感覚と言ってもいいかもしれません。本書ですが、Amazon の読み放題サービス、Kindle Unlimited に加入されている方は、現在無料で読むことができますので、それこそ自分に休憩をあげるという意味で、お茶を飲みながら寝る前などに簡単なマインドフルネスの一環として読んでみてはいかがでしょうか。気になる方はぜひ読んでみてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。これからも皆様の幸せづくりに役立つ情報をまとめていきたいと思いますので、チャンネル登録や高評価をしていただけるととっても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。皆様に幸せが届きますように。